はい、こんにちは、あずです。旅とランニングを楽しみながらフルマラソンサブ 3.5 に挑戦しています。今の記録はこんな感じです。今日は2月の20日金曜日です。今夜、いよいよ姫路城マラソンに向けて、出発します。最後のね、ちょっと調整といいますか、動きの確認をしたいと思います。自分のね走り方を結構動画で見てみたらやっぱり足の動きがちょっとおかしくってでちゃんとこう踏切のロイター板を蹴るみたいな動きができてなかったんで、しっかりこう骨盤を立てて踏み切る動きができるように意識して、頑張っていきたいと思います。年末にですねレース中にちょっと転倒して足を捻挫した関係で2週間ぐらい走れない時期があったりとか、あと座骨神経痛のちょっと痛みも出てきていて、あんまりねうまくこう練習が積めないというか、走りにくい期間が長かったんですけれど、でもいよいよ、もうこの日が来ましたんで、あとはね全力で、楽しんでいきたいと思います。はい、おはようございます。夜行バスで9時間ちょっとかかりまして神戸に着きました。阪神本線に乗って、ホテルに向かいます。いや今回ね姫路まで、新幹線か飛行機か何で来ようか迷ったんですが、姫路にね宿が前ちょっと取れなくって予算と合わなかったんで、今回は神戸のホテルを取っています。東京から姫路が新幹線で3時間だけど、関空から1時間20分ぐらいなんで、飛行機で来るっていうのもありだったかもしれませんね。こちらが神戸駅。なかなかレトロですね。神戸から40分姫路に向かいます。さあ姫路に初上陸しました。今日はねマラソン祭10時から5時まで受付をやってますので行きます。今ね正面に姫路城が見えています。見えるかな、見えますかね。姫路城すごいそびえ立ってるね。駅前にある星のコーヒーに入っちゃうかな。今9時45分で、ちょっと早いからご飯食べていきます。なかなかね雰囲気がいいお店です。ちゃんとねカフェインレスある。これにします。普段はねあんまり気にしてないんですけど、今回は1週間ぐらい、カフェイン抜きにしてみました。ジェル取ってね体がどう反応するのかちょっと実験してみたいなと思っています。いただきます。800メーターぐらい歩いていきます。姫路はおでんが有名なのかな。さあやってまいりました。こちらが会場です。
大手前公園っていうのかな。お店がすごいいっぱい出店してて、なんかにぎわってていいですね。うわ、なんかいろいろ気になるね。あとバレニーってクジラのアミノ酸なんですけど、色を取ってくれる。こへー、れは飲むタイプですね。これあとローション。ローション。これ事前に飲むんですか？事前がいいですね。あ、そうなんですか。でレース中、ちょっと疲れてきたなと思ったら、まあポーチから取り出して飲んでもらっても30分ほどでしっかり吸収します。ああ、なるほど。これはいいですね。穴子寿司。食べ物系からCWXとかの、ウェア関係まで、もしねアイテムなんか忘れちゃったとしても、ジェルも会場で手に入りますね。今日は午後から PR 関係のステージが入ってます。これどう？いいよね。こういうの欲しいんだよね。すごい、これいいね。めちゃめちゃ強くはできないけど、これだけでもだいぶうわー、気持ちいい。こういう丸タイプもあるし、これ結構重いね。手に収まるけど、このね付属品のこれも結構大きいんだよね。うわー、これが一番効くね。やっぱりそうだよね。やっぱこれが、一番なんかね。持ち歩くってないかな。重いからな。重いよな。これ毎回持ち歩くの結構重いな。悩ましい。ゼッケンを引き取りに行きます。いいね。こうなんか歓迎モードでね。はい、お願いします。ゼッケンとシューズにつけるチップです。はい。頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。面白い。これもらいました。もう前日から楽しめる雰囲気がいい感じです。これはいい絵だ。この桜門橋を越えて、格調高い門を越えていきます。そっか、ここを抜けてくんだ。すごいね。これ、それは感動だね。これ海外の人も楽しいんじゃない？そっか、大阪マラソンも大阪城ゴールなのか。そうでもね、こんな目の前には来ない。もうちょっと遠いよね。大阪マラソンもね、明日同日開催ですね。ゲート見えてきました。ここがゴールです。姫路初めて来たけど、これだけでなんか気分いいですね。いいね。そっか、あっちからずっとぐるっと走ってきて回ってゴールで、背にはあちらの白鷺城がそびえ立っているという構図ですね。せっかくなんで白鷺城見ていきましょう。こちらで今日はのまま入れます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞございます。すごいな。面白い。これ覗けるよ、ここから見える？何も見えなかった。これはちょうどいい散歩コースですね。
さあまた一つ門を越えて今中に入りまして地下に降ります。すごいね、6階まであるんだね。お、すごいな。すごい。こんなに残ってるお城ないよね。わあ、すごい。いい景色だった。これはね、結構急な階段を登りますんで、やっぱり前日に入った方がいいですね。名古屋からのご視聴者さんと会いました。明日頑張りましょう。はい。すごい真っ青な空に漆喰の城が際立ってます。さあ、姫路城散策の後は駅そばでご飯です。これはね、濃いめの和風だしにこう黄色いね中華麺が入ってます。はい、ごちそうさまでした。有働さんのポップアップショップでこちらゲットしました。神戸駅から歩いて10分ぐらいかな。宿に到着です。チェックイン完了です。結構狭いですけど、靴を脱ぐパターンで一応ストレッチはできるかな。水回りは至って普通のお風呂ですが、清潔感はあります。晩ご飯はマカオできつねうどんです。いただきます。ハンナ君はカレーうどんにご飯付きですね。はい、ゼッケンつけました。明日こんな感じで行ってみます。上はね、リトンブロスのタンクトップと、下はキプランの、ショートタイツ。これね、結構便利で、お腹にねチャックがついてるのと、あとポッケもねここにも入るし、あとここにも入る。と後ろもね2箇所ここに入ります。で水持とうかなと思って、でこれね満タンだとちょっと、きついけどでも入ります。これ湘南の 400ml のフラスクです。これアルタリストのサングラスと、今日ウドで買った、こちらネックカバーにしてつけようかな。であとカロスウォッチです。補給系はこれね6、12、18、20、28、あとは35、40手前で、取れたら取ろうかなっていう感じです。一応ポンチョとあと電熱サプリ持っていきます。靴下は5本指のヤマチューンのハイソックスを履いていこうと思います。ここがね反射板になってます。ちなみに参加賞袋はですね、こういったものが入ってました。走った先には必ず栄光が待ち受けている。こっちは美しい街並みの景色を見ながらゴール目指して頑張ってください。応援しています。4時半に起きまして朝ごはんタイムしてます。ちょっとあんま胃が動かなくてご飯この中入れました。はい、JR 神戸線で姫路に向かいます。約40分です。ウルトラライトダウン2枚着てたんですけど、もう暑いぐらいでした。
あ、駅に着きました。ただいまの気温は5度です。やっぱり寒いね。うわー、会場着きました。なんか緊張してきたよ。で、右の建物が更衣室、荷物預けで、左が会場になってます。あそこキロね。じゃあ、行ってきます。はーい。スタート整列、締め切り5分前です。今日はですね、D ブロックスタートです。さあ、D ブロックスタート、整列位置に来ました。あ、整列します。世界遺産姫路城マラソン2026今スタートです。ボランティアの声援を感じながら力いっぱい駆け抜けてください。皆さんいってらっしゃい。収容のやばい、時計押すの忘れた。ロスタイム4分40。今日はあったかいよ。しっかりペースを刻んで、さあ頑張るよ。1キロ過ぎました。6分20秒で入りました。今回の目標は自己ベスト更新です。5分55、5分50かな。サブ4の40ペースだとちょっとね、いかない気がするんで、あくまでも自己ベストで悔いなく最後までペースダウンしないようにいきたいな。5キロ給水。ありがとうございます。from Taipei. from Taipei. 頑張って。かゆ。5キロ通過。5分55ぐらいだったかな。よく今日は走り方と腕振りと補給かな。6キロアミノショット補給します。暑いな、もうすでに汗かいて
手袋ももうポンチョももうスタートで脱いでました。7キロぐらいでやっぱちょっと坂を感じますね。あれ 4.5 のペースセッターが今言ったの5分55。今日ね250ミリだけ水を背中に背負いました。やっぱり1箇所目の給水は最悪取れなくてもいいかなぐらいで自分で持っておくと安心ですね。だから、次の東京もそうします。8キロ5分58 4.5 73と一緒です。僕で取ろうかな。結構ね、レーンが長いかな。テーブル結構置いてくれてます。一番奥で。ちょっとやばいな。いけっかな。入ってないね。ないね。よかった。次で行こう。ボランティアさんいないと我々参加できませんからね。ありがとうございます。10キロ通過。ありがとうございます。なんかもらった和菓子。いい景色だね。道路もなんか横だけ綺麗。和菓子じゃなくてちいかまだった。のどかだね。めっちゃのどかだ。サービス2番出ました。12、13で1キロかけて補給して、水かぶって。間に合わなかった。みこし出てた。18、すごいとこ走ってるわ。なんか道寂しいけど、でも公園が結構いっぱい出てる。20キロ過ぎました。ギリギリ。足をね、滞空時間なるべく上がるように。もうそれだけかな。バナナ取るか？これか？いただきます。いただきます。チョコね、いただきます。水。水。ありがとうございます。もうすぐ25。6分過ぎてる。右上がります。よかん。
間もなく27かな。頑張ろう頑張ろう。よしよし夢先側照射山遠行寺テンプル。30サイクリングロード入った。あと12。すごいね。めっちゃ風強いけど道狭いけどここ結構私好きだよ。もうあと10キロかな、11かな。諦めんでいこう。最後もう1時間で終わるよ。最後10キロ TT でいかんと間に合わん。もうあと10だから、もうこれみんな抜かしていくつもりで頑張るで。ありがとうございます。あと3。集中。頑張れ。40。できた。1。頑張れ。もうちょっと頑張って。帰ってきたね。すげえ、世界遺産走ってるよ。ただいまー。ありがとう。めっちゃ夏これ。わー、すげえ。すごい。日本すごいな。ほら、しっかりみんな走った方がええで。
帰りなさい。なんだろう、もう練習のその通りって感じかな。ありがとうございました。ナイスラン。どうもありがとうございます。メダルもらいました。ありがとうございました。すごい。なんかすごい。人にタオルかけてもらえるとすごい癒されるね。今回ね、スタートなんか珍しく緊張してね、結構動悸してね、なんかいつもとちょっと違ったんだけど、まあでも走ってる間はね、いつも通りでした。なんかいつもゴール後ね、なんかいろいろ言葉浮かんでくるんだけど、今回なんか何も思い出せない。もう山のね、最初の折り返しも風が強くって厳しくってね、でサイクリングロードも微妙にこう行って帰ってきて長くてね、まあ、ちょこちょこね演奏があるのはねすごい良かったですね。で、ごめんなさい、なんかエイドがね余裕がなくてね、2箇所入念だともう1個なんか駅そばあったんだけど、ちょっと奥まっててね、スルーしちゃいました。すいません。はい。まあ、今回ちょっと直前で走り方をこう変えてみて、で、まあ、良かったんですけど、まあ、ふくらはぎちょっと疲れちゃってね、持たなかったんで最後まで。あとはまあ距離走してね、ちょっとゆっくりペースでも長い距離を走るっていうことをやっていこうかなと思います。今回暑かったんで、結構こまめにもう水毎回かぶって飲んで、あと首にねこれ巻いてるのすごい良かったと思います。水も250持ってたんですけど、35までずっと持ったんで、ちょうど良かったかなと思います。いやー、ミラクルは起きなかったけど、でもここすごいパワースポットだと思う。でまたここから東京でしょ、パワースポットからパワースポットです。もう皆さんにね、東京走られる方パワーをお届けいたします。またね、次走られる方頑張っていきましょう。こうなんか出口に動物園があるんだけど、フラミンゴってさ、軸足で寝るじゃない、一本足で。やっぱ片足でちゃんと立つっていうのができてないと、そりゃ走れないよなって思った。いやー、最後はね、本当めちゃくちゃ気持ちいいコースで、まあでも中盤結構きつかったな。メンタルがね、なかなか試される感じがある。まあ確かに石垣とかね、下関よりはコースはまあそんなにね傾斜はないんだけど、なんか長く感じたな。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。玉ねぎスープです。そして甘酒タイム。誰か倒れちゃってるね。大丈夫かな。いやー、結構今回もね序盤からこけちゃってる人とかいてね、ほんと気の毒でね、普通のロードとはいえね、結構割れたとことか穴開いてたりするんで、もう本当にね足元皆さん気をつけてください。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、こういうのが一番嬉しいね。なんかみんなこうぐるぐるゆっくり歩きながら飲み物飲みながらいい感じですね。
ありがとうございます。すごい。あったかい。すごいね。わーい。カニカマの天ぷらもらいました。いただきます。いいな、玉ねぎスープ飲んで甘酒もらって、あそこでこのね、カニカマか、あともう一個ドッグか一個選べて、この動線すごいいいですね。この大会本当最後までこう会場楽しめていいね。応援できても楽しいかも。更衣室はね、地下2階です。さあ、着替えます。はい、皆様改めまして応援ありがとうございました。はい、記録でございますが、じゃじゃん、4時間31分52秒でした。ネットタイムは4時間27分36。はい。スタートね、ロスタイムが4分16ですね。D ブロックスタートだったんですが、結構時間かかりました。田中希実選手と、あと湯桁さんもハイタッチできて、すごくそれはね、嬉しかったです。はい。記録はこんな感じでございまして、目標のね、今一応 3.5 とは言ってましたけれど、自分でもちょっと難しいなとは分かってはいたんですが、もともとそんなに記録にこだわってるわけではなくて、6メジャーズ、今7つか8つになりますかね。それに出てみたくて、でそうすると結局40代女子で、持ちタイムが3時間10分とか20分とか、それぐらい持ってないとエントリー時にクオリファイタイムを提出しなくちゃいけないんで、それをクリアしてないと、結局コンプリートできないんですよね。でそういったところで、記録にこだわりたくないけれども、結局こだわらないと出れないっていう、そんなところがあります。ですが、今の練習量ではちょっと 3.5 は程遠いので、一旦目標は再考したいかなと思います。今日スタートで湯桁さんにも会えて、最後40キロぐらいでも思ったんですけど、やっぱりアラカンぐらい、おばあちゃんになっても元気に走ってたいなって思ったんで、ずっとね走り続けられるように、故障なくね楽しくやっていくのが、一番の目標、糧になりますんで、そういったところを目標に、やっていこうかなと思います。で、姫路城マラソンですね、来年は残念ながら工事に入りますので一時休止となります。来年は開催がありません。でもこの文化的なね建物をバックに走れる大会っていうのは日本でそうそうないと思いますので、これは本当に一度は皆さんぜひ走ってもらいたいなと、この感動を味わってもらいたいなと思いました。去年、一昨年か8ヶ月ぐらいぐるっとヨーロッパ回ってまして、モンテネグロのコトルっていうところで、そこも世界遺産でたまたまマラソン大会開催されてて、世界遺産でちょうどフィニッシュになるんですよね。街並みが石畳でもうすごく可愛らしくていいところなんですが、でそれを見た時にもう本当に世界遺産走れるってすごいなって感動したんですが、でも日本の大会でこんなに素晴らしい大会あるじゃないかってやっぱり再確認できました。大会開催関係者の皆様、ボランティアの皆さん、
そしてあとランナーメッセージ書いていただいた小学校4年生の地元のね、皆さん本当にどうもありがとうございました。はい、レース動画だったり、グッズ紹介ですとか、旅ランの様子など投稿してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。